今日は特に予定のない朝で、目覚まし時計の音にせかされることもなく、自然に目が覚めた瞬間に、ああ今日は少しゆっくりできそうだなと感じながら、しばらく布団の中で天井を見ていました。カーテンの隙間から入ってくる光は強すぎず、朝だと気づかせるにはちょうどいい明るさで、外の音もまだ少なく、車の音よりも風の気配の方が先に耳に入ってきます。すぐに起き上がる理由がない時ほど、体はなかなか動かず、布団の暖かさと部屋の少し冷たい空気の間で、どちらに行こうか迷っているような感覚になりますが、その迷いも今日は悪くありませんでした。ゆっくり体を起こして足を床につけると、ひんやりとした感触が伝わってきて、頭よりも先に体が目を覚ましたような気がしますが、それでも急ぐ必要がないので、そのまま少し座ったままで時間を使いました。カーテンを全部開けると、空は思っていたよりも明るく、雲が少しだけ流れていて、天気がいいとも悪いとも言えない、ちょうど間にあるような朝でした。窓を少し開けると、外の空気が部屋に入ってきて、昨日の夜とは違う匂いが混ざり、時間がちゃんと進んでいることを、時計を見るよりもはっきり感じさせてくれます。キッチンに向かいながら、今日一日をどう使うかを考えようとしましたが、すぐに結論を出す必要もないと思い直し、とりあえずコーヒーを入れることだけを最初の目的にしました。ケトルに水を入れて火にかけ、棚からマグカップを取り出すといういつもと同じ動作をしているのに、予定がないだけで、その一つ一つが少しゆっくりに感じられます。お湯が沸くまでの短い時間、キッチンに立ったまま、何もせずに待つことができるのも、こういう朝ならではで、スマホを手に取らなくても、時間が無駄に思えませんでした。コーヒーを入れて、湯気が立ち上がるのを見ながら、最初の一口を急がずに口に運ぶと、体の中にゆっくりと温かさが広がっていき、ようやく一日が始まった気がします。テーブルに座ってコーヒーを飲みながら、今日やらなければならないことを頭の中で探してみましたが、特に思い浮かばず、それに少し安心している自分に気づきました。ニュースをつけるほどでもなく、音楽を流すほどでもない静けさの中で、部屋の中の小さな音、例えば冷蔵庫の音や、外から聞こえる遠い足音が、いつもよりはっきり聞こえてきます。予定が詰まっている日は、朝の時間はただの準備の時間になりますが、こうして何も決まっていない朝では、朝そのものが一日の中心のように感じられました。時計を見ると、思っていたよりも時間が経っていましたが、不思議と焦る気持ちはなく、むしろ時間をちゃんと使えているような感覚があります。今日は何時に出かけるかも、そもそも出かけるかどうかも決めていませんが、その曖昧さが、この朝を心地よくしているようでした。予定のない朝は、何かを始めるための時間というよりも、何も始めなくてもいいと自分に許す時間なのかもしれません。こうしてゆっくり始まった一日は、きっと大きな出来事は起こらないと思いますが、それでも静かに満ちていく感覚があり、そういう一日も悪くないと、コーヒーの残りを飲みながら思いました。予定のない朝をゆっくり始めることは、時間に余白を作ることではなく、自分の気持ちに余白を作ることなのだと思います。今日はその余白を、
無理に埋めずに、そのまま一日を続けてみようと思います。今日は特別な予定もなく、気づけば夕方になっていて、そろそろ何か食べるものを用意しないといけないなと思いながら、重たい腰を上げて近所のスーパーへ向かいましたが、外に出た瞬間、昼とは少し違う空気に変わっていることに気づき、時間がちゃんと進んでいたことをそこで実感しました。スーパーまでの道はいつもと同じなのに、夕方というだけで見える景色が少し変わり、仕事帰りの人や買い物袋を持った人の姿が増えていて、みんなそれぞれの一日を終わらせる準備をしているように見えます。自動ドアが開くと少し冷たい空気と一緒に、野菜や惣菜の匂いが混ざった独特な空間が広がり、特に買うものを決めていないままカゴを手に取った瞬間に、今日はここから考え始める日なんだと分かりました。まず野菜売り場に向かいながら何を作るかを考えようとしますが、トマトやキャベツ、少し値段の下がったキノコを見ているうちに、料理よりも先に値札の数字が頭に入ってきて、現実的な判断が始まってしまいます。季節の野菜が前に出て並べられているのを見ると、最近はこういうものを選ぶようになったなと感じ、昔よりも少しだけ自分の生活のリズムが変わってきたことに気づきました。次に肉や魚のコーナーを一通り見て回りますが、今日は手の込んだ料理をする気分ではなく、調理が簡単そうなものに自然と目が向き、パックの前で立ち止まっては、頭の中で調理時間と疲れ具合を計算しています。結局、値引きシールが貼られた肉を手に取った瞬間に、今日の夕飯の方向性がなんとなく決まり、その小さな決断に少しだけ安心しました。惣菜コーナーを通ると、すでに完成された料理がきれいに並んでいて、一瞬そちらに心が傾きますが、今日は作るという行為も含めて夕飯にしたい気がして、そのまま通り過ぎました。調味料の棚の前では、すでに家にあるはずのものを念のため確認するような気持ちで眺めながら、自分がどれだけ料理を習慣としているのか少し考えてしまいます。カゴの中身を見てみると、立派な献立とは言えない内容ですが、それでもちゃんと一食分にはなっていて、こういう組み合わせを無意識に選べるようになったことに少しだけ大人になった気分になりました。レジに並ぶと、前の人の買い物の量や内容が自然と目に入り、それぞれの生活がほんの一瞬だけ重なって見えるのが、スーパーという場所の面白さだと改めて思います。会計を終えて袋を持つと、その重さが今日の夕飯の現実であり、同時に今日一日をきちんと終わらせるための準備ができたような気持ちになりました。外に出ると、からはすでに暗くなり始めていて、昼と夜の境目の時間に買い物袋を下げて歩く自分の姿が、なんだかとても普通で安心します。派手な出来事があったわけでもなく、誰かと特別な話をしたわけでもありませんが、こうして夕飯の材料を選んで帰るという行為だけで、一日はちゃんと形になっていくのだと思いました。スーパーで夕飯の材料を選んだだけの日は、何かを成し遂げた日ではありませんが、生活を続けていくという意味では、十分に大切な一日だったように感じます。今日の夕飯は、きっと特別な味ではないと思いますが、その普通さが今の自分にはちょうどよくて、
帰り道にそんなことを考えながら少しだけ足取りをゆっくりにしました。今日は朝から仕事をしていて、気がつくと時計の針がいつの間にか昼を少し過ぎており、集中していたせいか空腹を感じるまでに少し時間がかかりましたが、体の方が先に限界を知らせてきたので、ここで一度手を止めて昼ご飯を食べに行くことにしました。仕事の合間に外へ出ると、午前中に感じていた空気とは少し違い、日差しが強くなっていたり、人の動きが増えていたりして、同じ一日でも時間帯によって街の表情が変わることを改めて実感します。どこで食べるかを決めるとき、誰かと一緒なら相談したり、おすすめを探したりしますが、今日は一人なので、特別な理由もなく、なんとなく入りやすそうだと感じた店を選びました。店のドアを開けると、昼の時間らしい賑やかさがありましたが、うるさいというほどではなく、仕事の途中で立ち寄るにはちょうどいい距離感の音が店の中に流れていました。席に案内されて座ると、仕事中に張り詰めていた気持ちが少し緩み、椅子に体重を預けた瞬間に、ようやく休憩に入ったのだと体が理解したように感じます。メニューを開きながら、あまり重すぎないものがいいなとか、午後の仕事に影響しない量がいいなとか、味よりも、その後の自分の状態を想像しながら選んでいる自分に気づきました。注文を終えると、料理が来るまでの短い時間が生まれますが、その間にスマートフォンを見ることもできますし、何も見ずにぼんやり店内を眺めることもできて、一人の昼ご飯には、こうした自由な時間が自然についてきます。周りを見ると、同じように一人で食事をしている人もいれば、仕事の話をしながら食べている人もいて、それぞれが違う事情でここに集まっているのだと思うと、昼という時間の持つ役割の大きさを感じました。料理が運ばれてくると、仕事のことは一度頭の端に追いやられ、目の前の皿に意識が向きますが、急いで食べる必要はなく、午後のための時間として、できるだけ丁寧に食べようと思いました。最初の一口を口に入れたとき、空腹がようやく落ち着いていくのがわかり、体が必要としていたものをきちんと受け取れたような安心感が広がります。誰かと一緒の食事では会話が中心になりますが、一人で食べていると、味や温度、食感といった細かい部分に自然と意識が向き、同じ料理でも感じ方が少し変わってきます。食べ進めながら、さっきまでやっていた仕事のことを思い出したり、午後にやらなければならないことを頭の中で整理したりしますが、それも考え込むというより、静かに流れていくような感覚でした。周りの音は聞こえているのに、無理に反応する必要がないという状態は、仕事中にはなかなか作れないもので、一人で食べる昼ご飯の大きな役割なのかもしれません。食べ終わる頃には、体だけでなく気持ちも少し落ち着いていて、さっきまでの焦りや緊張が気づかないうちに薄くなっていました。会計を済ませて店を出ると、外の明るさがまた少し強く感じられ、休憩の時間と仕事の時間の境目をはっきりと超えた気がします。すぐに仕事に戻らなければならないのに、ほんの短い昼ご飯の時間が一日の中で大きな区切りとして機能していることに改めて驚きました。一人で昼ご飯を食べる時間は、ただ空腹を満たすためのものではなく、
仕事と仕事の間にある頭と体を一旦リセットするための時間なのだと思います。誰かと話すわけでもなく、特別なことを考えるわけでもありませんが、こうした静かな昼の時間があるからこそ、午後の仕事にもう一度向き合えるのかもしれません。仕事の合間に一人で昼ご飯を食べた時間は、一日の中で一番短いのに、意外と大切な役割を持っている時間でした。今日は午後の予定が少し空いていて、特に行く場所も決めていなかったので、なんとなく時間を潰すつもりで駅前の本屋に入ってみましたが、何かを買う目的がないまま本屋に来るのは、思っていた以上に気楽で、同時に少し贅沢な時間の使い方だと感じました。自動ドアを抜けると、外の音が一気に遠くなり、紙とインクが混ざったような本や特有の匂いに包まれて、特に意識しなくても自然と歩く速度がゆっくりになります。入り口近くの新刊コーナーを眺めながら、最近どんな本が出ているのかを確認しますが、どれも今すぐ読まなければいけないような顔はしておらず、ただそこに並んでいるだけなのが、今日はちょうどよく感じられました。タイトルを一つ一つ追いながら、内容を想像したり、過去に似たテーマの本を読んだことを思い出したりしますが、読みたいという気持ちと、今日は買わなくてもいいという気持ちが、静かに同時に存在しています。棚の間をゆっくり歩きながら、次はどのジャンルに行こうかと考える時間も、本を読むことの一部のようで、決まった順番がないからこそ、気持ちのままに移動できるのが楽しく感じられました。エッセイのコーナーでは、知らない作家の名前が目に入り、その人がどんな生活をして、どんなことを考えているのだろうかと想像するだけで少しだけ別の人生に触れたような気分になります。一冊手に取って最初の数ページを立ったまま読んでみますが、内容よりも文章のリズムや言葉の選び方が気になり、その感覚を確かめるようにページをめくっていました。しばらく読んでから本を棚に戻すと少し申し訳ない気持ちになりますが、同時に買わない自由が許されている場所だからこそ、本屋は居心地がいいのだとも思います。次に文庫本の棚へ移動すると、昔読んだ本やタイトルだけ知っている本が並んでいて、自分の記憶と本の背表紙が重なり合う不思議な感覚がありました。本屋をブラブラしていると、時間の感覚が少し曖昧になり、時計を見なくても、今が午後であることだけが分かっていれば十分だと思えてきます。周りを見ると、真剣な顔で本を探している人もいれば、スマートフォンを見ながら立ち止まっている人もいて、それぞれが違う目的で同じ空間にいることが、本屋という場所の面白さだと感じました。専門書のコーナーに行くと、自分にはまだ難しそうな内容の本が並んでいますが、それでも背表紙を眺めているだけで、知らない世界がたくさんあることを思い出させてくれます。何冊か気になる本はありましたが、今日はあえて買わないことにして、気持ちの中に読んでみたいという感覚だけを残しておくことにしました。買ってしまうと、それはやることになりますが、買わずに帰ると、それはいつかの楽しみとして少し軽い形で心の中に残ります。レジの前を通り過ぎながら、何も持っていない自分の手を見て少し不思議な気持ちになりましたが、その空っぽさが
今の午後にはちょうど良いと思いました。外に出ると、さっきよりも光が傾いていて、本屋の中で過ごした時間が、確かに午後の一部を占めていたことに気づきます。何も買わずに本屋を出たのに、頭の中にはいくつもの言葉やイメージが残っていて、それだけで十分に時間を使った感覚がありました。何も買わずに本屋をブラブラした午後は、何かを手に入れた時間ではなく、考えや気分を少し整理した時間だったのかもしれません。今日は特に外に出る理由もなく、気づけば夕方の時間帯に入っていましたが、予定がないことを残念に思うよりも、このまま部屋で静かに過ごしてみようという気持ちの方が自然に湧いてきて、カーテン越しに入る光を眺めながら、ソファに腰を下ろしました。窓の外を見ると、まだ明るさは残っているものの、昼間とは違って光が柔らかくなっていて、部屋の中に落ちる影も少し長くなり、時間がゆっくり進んでいることを視覚的に教えてくれます。テレビをつけるほどでもなく、音楽を流すほどでもない静けさの中で、冷蔵庫の低い音や遠くから聞こえる車の音が意外と存在感を持って耳に届き、普段は気づかない生活の音に意識が向きました。テーブルの上には昼間に使ったままのカップや本が置かれていて、それらを片付けるでもなく、そのままにしておくことで、今日という一日がまだ途中であることを無理に終わらせなくていいような気がしました。ソファに座ったまま何かを考えようとするわけでもなく、ただ窓の外の明るさが少しずつ変わっていくのを眺めていると、時計を見なくても夕方が進んでいることが自然と分かってきます。日が沈む前のこの時間は、一日の中でも特に中途半端で、何かを始めるには遅く、何かを終えるには早い時間ですが、だからこそ、何も決めなくていい自由があるのだと思いました。少し体勢を変えて、窓を開けると、昼よりも涼しい空気が部屋に入ってきて、外と中の境目が一瞬だけ曖昧になり、部屋にいながら外の時間を感じられるのが心地よく感じられます。夕方の空気には、昼間の活動の終わりと、これから始まる夜の気配が混ざっていて、そのどちらにもはっきり属していない感じが、今日の気分によく合っていました。スマートフォンを手に取って画面を見てみますが、特に急いで確認しなければならないものもなく、数秒で机の上に戻してしまい、また静かな時間に戻ります。部屋の中が少しずつ暗くなってくると、照明をつけるかどうかを迷う時間が生まれますが、まだ完全に暗くなる前のこの微妙な明るさをもう少し味わいたくて、そのままにしておきました。壁に映る影の形が変わり、さっきまで見えていた景色が少しずつ輪郭を失っていくのを見ていると、日が沈むという出来事がとても静かで個人的なものに感じられます。外では誰かが帰宅している時間なのか、人の気配が増えているようにも思えますが、部屋の中は相変わらず静かで、その対比がかえって落ち着きを与えてくれました。何か生産的なことをしたわけでもなく、目に見える成果があったわけでもありませんが、こうして何もせずに夕方を過ごす時間も、生活の一部として必要なのだと感じます。日が沈みきる少し前、部屋の中の色が完全に昼のものではなくなった瞬間に、ようやく照明をつけると、昼と夜の切り替えがはっきりし、
一日の後半に入ったことを実感しました。部屋で過ごす静かな夕方は、何かを振り返る時間でも、先のことを考える時間でもなく、ただ、今日という一日を、そのまま受け止めるための時間なのかもしれません。日が沈むまで、部屋で過ごした夕方は、一日を休ませるための、静かな準備のような時間でした。今日は一日が特別に長かったわけでも、強く印象に残る出来事があったわけでもありませんが、夜になって部屋の明かりを少し落とし、寝る準備を始める頃になると、自然と今日という一日を静かに振り返りたくなりました。シャワーを浴び終えて、まだ少し湿った髪のまま部屋に戻り、パジャマに着替えると、外の世界との距離が一段階遠くなったような気がして、ここから先は自分だけの時間に入る合図のように感じられます。ベッドのそばに座り、スマートフォンを手に取りますが、特に誰かに連絡を取る必要もなく、通知を確認するだけで画面を閉じてしまい、その短いやり取りさえも、もう今日は十分だと思いました。部屋の中は静かで、遠くから聞こえる車の音や、建物の中を流れる空気の音がかすかに混ざり、昼間の賑やかさが嘘のように感じられます。ベッドに横になる前に、今日やったことを順番に思い出してみますが、大きな成果があったわけでもなく、それでも朝起きて、食事をして、仕事をして、人とすれ違いながら時間を過ごしたという事実だけは、確かにそこにありました。振り返ってみると、うまくいったことよりも少し迷ったことや、考えすぎた場面の方が思い浮かびますが、それも含めて今日だったのだと、今は落ち着いて受け止めることができます。昼間は気になっていた小さな出来事も、夜になると少し距離を置いて見られるようになり、あの時はあれで良かったのかもしれないと、自然に思えてくるのが不思議です。電気を消して間接照明だけにすると、部屋の輪郭が少し曖昧になり、見えるものが減る代わりに、頭の中の音もゆっくり小さくなっていきました。布団に入ると、体が一日の終わりを理解したように自然と力を抜き、今日一日を支えていた緊張が少しずつほどけていくのがわかります。目を閉じると、昼間の場面が断片的に浮かびますが、それらを一つ一つ整理しようとはせず、ただ流れていくままに任せることにしました。明日の予定を考え始めると、また頭が動き出してしまうので、今日はあえて先のことを考えず、今日が終わったという事実だけを静かに受け入れることにします。うまくいかなかったことがあっても、それを無理に反省に変えなくてもいい夜があってもいいと思い、今日はここまでやった自分に対して、特別な言葉をかけることもなく、ただお疲れ様と心の中でつぶやきました。夜になると、一日は評価されるものではなく、ただ過ぎていった時間として存在しているだけなのだと感じられ、その感覚が今の自分にはちょうどよく思えます。今日を振り返るという行為は、何かを反省したり、次につなげたりするためだけではなく、一日をきちんと終わらせるための大切な儀式のようなものなのかもしれません。時計を見ずに横になり、どれくらい時間が経ったのかもわからないまま、体が少しずつ眠りに近づいていくのを感じながら、今日という一日が静かに遠ざかっていきます。寝る前に、
今日を振り返るだけの夜は、何かを決める夜ではなく、今日をそのまま手放すための夜でした。この夜があるからこそ、また明日を始められるのだと思いながら、特別な期待を持たずに、ゆっくり目を閉じました。今日は特に予定のない朝で、目覚まし時計の音にせかされることもなく、自然に目が覚めた瞬間に、ああ今日は少しゆっくりできそうだなと感じながら、しばらく布団の中で天井を見ていました。カーテンの隙間から入ってくる光は強すぎず、朝だと気づかせるにはちょうどいい明るさで、外の音もまだ少なく、車の音よりも風の気配の方が先に耳に入ってきます。すぐに起き上がる理由がない時ほど、体はなかなか動かず、布団の暖かさと部屋の少し冷たい空気の間で、どちらに行こうか迷っているような感覚になりますが、その迷いも今日は悪くありませんでした。ゆっくり体を起こして足を床につけると、ひんやりとした感触が伝わってきて、頭よりも先に体が目を覚ましたような気がしますが、それでも急ぐ必要がないので、そのまま少し座ったままで時間を使いました。カーテンを全部開けると、空は思っていたよりも明るく、雲が少しだけ流れていて、天気がいいとも悪いとも言えない、ちょうど間にあるような朝でした。窓を少し開けると、外の空気が部屋に入ってきて、昨日の夜とは違う匂いが混ざり、時間がちゃんと進んでいることを、時計を見るよりもはっきり感じさせてくれます。キッチンに向かいながら、今日一日をどう使うかを考えようとしましたが、すぐに結論を出す必要もないと思い直し、とりあえずコーヒーを入れることだけを最初の目的にしました。ケトルに水を入れて火にかけ、棚からマグカップを取り出すといういつもと同じ動作をしているのに、予定がないだけで、その一つ一つが少しゆっくりに感じられます。お湯が沸くまでの短い時間、キッチンに立ったまま、何もせずに待つことができるのも、こういう朝ならではで、スマホを手に取らなくても、時間が無駄に思えませんでした。コーヒーを入れて、湯気が立ち上がるのを見ながら、最初の一口を急がずに口に運ぶと、体の中にゆっくりと温かさが広がっていき、ようやく一日が始まった気がします。テーブルに座ってコーヒーを飲みながら、今日やらなければならないことを頭の中で探してみましたが、特に思い浮かばず、それに少し安心している自分に気づきました。ニュースをつけるほどでもなく、音楽を流すほどでもない静けさの中で、部屋の中の小さな音、例えば冷蔵庫の音や、外から聞こえる遠い足音が、いつもよりはっきり聞こえてきます。予定が詰まっている日は、朝の時間はただの準備の時間になりますが、こうして何も決まっていない朝では、朝そのものが一日の中心のように感じられました。時計を見ると、思っていたよりも時間が経っていましたが、不思議と焦る気持ちはなく、むしろ時間をちゃんと使えているような感覚があります。今日は何時に出かけるかも、そもそも出かけるかどうかも決めていませんが、その曖昧さが、この朝を心地よくしているようでした。予定のない朝は、何かを始めるための時間というよりも、何も始めなくてもいいと自分に許す時間なのかもしれません。こうしてゆっくり始まった一日は、きっと大きな出来事は起こらないと思いますが、それでも静かに満ちていく感覚があり、
そういう一日も悪くないと、コーヒーの残りを飲みながら思いました。予定のない朝をゆっくり始めることは、時間に余白を作ることではなく、自分の気持ちに余白を作ることなのだと思います。今日はその余白を無理に埋めずに、そのまま一日を続けてみようと思います。今日は特別な予定もなく、気づけば夕方になっていて、そろそろ何か食べるものを用意しないといけないなと思いながら、重たい腰を上げて近所のスーパーへ向かいましたが、外に出た瞬間、昼とは少し違う空気に変わっていることに気づき、時間がちゃんと進んでいたことをそこで実感しました。スーパーまでの道はいつもと同じなのに、夕方というだけで見える景色が少し変わり、仕事帰りの人や買い物袋を持った人の姿が増えていて、みんなそれぞれの一日を終わらせる準備をしているように見えます。自動ドアが開くと少し冷たい空気と一緒に、野菜や惣菜の匂いが混ざった独特な空間が広がり、特に買うものを決めていないままカゴを手に取った瞬間に、今日はここから考え始める日なんだと分かりました。まず野菜売り場に向かいながら何を作るかを考えようとしますが、トマトやキャベツ、少し値段の下がったキノコを見ているうちに、料理よりも先に値札の数字が頭に入ってきて、現実的な判断が始まってしまいます。季節の野菜が前に出て並べられているのを見ると、最近はこういうものを選ぶようになったなと感じ、昔よりも少しだけ自分の生活のリズムが変わってきたことに気づきました。次に肉や魚のコーナーを一通り見て回りますが、今日は手の込んだ料理をする気分ではなく、調理が簡単そうなものに自然と目が向き、パックの前で立ち止まっては、頭の中で調理時間と疲れ具合を計算しています。結局、値引きシールが貼られた肉を手に取った瞬間に、今日の夕飯の方向性がなんとなく決まり、その小さな決断に少しだけ安心しました。惣菜コーナーを通ると、すでに完成された料理がきれいに並んでいて、一瞬そちらに心が傾きますが、今日は作るという行為も含めて夕飯にしたい気がして、そのまま通り過ぎました。調味料の棚の前では、すでに家にあるはずのものを念のため確認するような気持ちで眺めながら、自分がどれだけ料理を習慣としているのか少し考えてしまいます。カゴの中身を見てみると、立派な献立とは言えない内容ですが、それでもちゃんと一食分にはなっていて、こういう組み合わせを無意識に選べるようになったことに少しだけ大人になった気分になりました。レジに並ぶと、前の人の買い物の量や内容が自然と目に入り、それぞれの生活がほんの一瞬だけ重なって見えるのが、スーパーという場所の面白さだと改めて思います。会計を終えて袋を持つと、その重さが今日の夕飯の現実であり、同時に今日一日をきちんと終わらせるための準備ができたような気持ちになりました。外に出ると、からはすでに暗くなり始めていて、昼と夜の境目の時間に買い物袋を下げて歩く自分の姿が、なんだかとても普通で安心します。派手な出来事があったわけでもなく、誰かと特別な話をしたわけでもありませんが、こうして夕飯の材料を選んで帰るという行為だけで、一日はちゃんと形になっていくのだと思いました。スーパーで夕飯の材料を選んだだけの日は、
何かを成し遂げた日ではありませんが、生活を続けていくという意味では、十分に大切な一日だったように感じます。今日の夕飯はきっと特別な味ではないと思いますが、その普通さが今の自分にはちょうどよくて、帰り道にそんなことを考えながら少しだけ足取りをゆっくりにしました。今日は朝から仕事をしていて、気がつくと時計の針がいつの間にか昼を少し過ぎており、集中していたせいか空腹を感じるまでに少し時間がかかりましたが、体の方が先に限界を知らせてきたので、ここで一度手を止めて昼ご飯を食べに行くことにしました。仕事の合間に外へ出ると、午前中に感じていた空気とは少し違い、日差しが強くなっていたり、人の動きが増えていたりして、同じ一日でも時間帯によって街の表情が変わることを改めて実感します。どこで食べるかを決めるとき、誰かと一緒なら相談したり、おすすめを探したりしますが、今日は一人なので、特別な理由もなく、なんとなく入りやすそうだと感じた店を選びました。店のドアを開けると、昼の時間らしい賑やかさがありましたが、うるさいというほどではなく、仕事の途中で立ち寄るにはちょうどいい距離感の音が店の中に流れていました。席に案内されて座ると、仕事中に張り詰めていた気持ちが少し緩み、椅子に体重を預けた瞬間に、ようやく休憩に入ったのだと体が理解したように感じます。メニューを開きながら、あまり重すぎないものがいいなとか、午後の仕事に影響しない量がいいなとか、味よりも、その後の自分の状態を想像しながら選んでいる自分に気づきました。注文を終えると、料理が来るまでの短い時間が生まれますが、その間にスマートフォンを見ることもできますし、何も見ずにぼんやり店内を眺めることもできて、一人の昼ご飯には、こうした自由な時間が自然についてきます。周りを見ると、同じように一人で食事をしている人もいれば、仕事の話をしながら食べている人もいて、それぞれが違う事情でここに集まっているのだと思うと、昼という時間の持つ役割の大きさを感じました。料理が運ばれてくると、仕事のことは一度頭の端に追いやられ、目の前の皿に意識が向きますが、急いで食べる必要はなく、午後のための時間として、できるだけ丁寧に食べようと思いました。最初の一口を口に入れたとき、空腹がようやく落ち着いていくのがわかり、体が必要としていたものをきちんと受け取れたような安心感が広がります。誰かと一緒の食事では会話が中心になりますが、一人で食べていると、味や温度、食感といった細かい部分に自然と意識が向き、同じ料理でも感じ方が少し変わってきます。食べ進めながら、さっきまでやっていた仕事のことを思い出したり、午後にやらなければならないことを頭の中で整理したりしますが、それも考え込むというより、静かに流れていくような感覚でした。周りの音は聞こえているのに、無理に反応する必要がないという状態は、仕事中にはなかなか作れないもので、一人で食べる昼ご飯の大きな役割なのかもしれません。食べ終わる頃には、体だけでなく気持ちも少し落ち着いていて、さっきまでの焦りや緊張が気づかないうちに薄くなっていました。会計を済ませて店を出ると、外の明るさがまた少し強く感じられ、休憩の時間と仕事の時間の境目をはっきりと超えた気がします。
すぐに仕事に戻らなければならないのに、ほんの短い昼ご飯の時間が一日の中で大きな区切りとして機能していることに改めて驚きました。一人で昼ご飯を食べる時間はただ空腹を満たすためのものではなく、仕事と仕事の間にある頭と体を一旦リセットするための時間なのだと思います。誰かと話すわけでもなく、特別なことを考えるわけでもありませんが、こうした静かな昼の時間があるからこそ、午後の仕事にもう一度向き合えるのかもしれません。仕事の合間に一人で昼ご飯を食べた時間は、一日の中で一番短いのに、意外と大切な役割を持っている時間でした。今日は午後の予定が少し空いていて、特に行く場所も決めていなかったので、なんとなく時間を潰すつもりで駅前の本屋に入ってみましたが、何かを買う目的がないまま本屋に来るのは、思っていた以上に気楽で、同時に少し贅沢な時間の使い方だと感じました。自動ドアを抜けると、外の音が一気に遠くなり、紙とインクが混ざったような本や特有の匂いに包まれて、特に意識しなくても自然と歩く速度がゆっくりになります。入り口近くの新刊コーナーを眺めながら、最近どんな本が出ているのかを確認しますが、どれも今すぐ読まなければいけないような顔はしておらず、ただそこに並んでいるだけなのが、今日はちょうどよく感じられました。タイトルを一つ一つ追いながら、内容を想像したり、過去に似たテーマの本を読んだことを思い出したりしますが、読みたいという気持ちと、今日は買わなくてもいいという気持ちが、静かに同時に存在しています。棚の間をゆっくり歩きながら、次はどのジャンルに行こうかと考える時間も、本を読むことの一部のようで、決まった順番がないからこそ、気持ちのままに移動できるのが楽しく感じられました。エッセイのコーナーでは、知らない作家の名前が目に入り、その人がどんな生活をして、どんなことを考えているのだろうかと想像するだけで少しだけ別の人生に触れたような気分になります。一冊手に取って最初の数ページを立ったまま読んでみますが、内容よりも文章のリズムや言葉の選び方が気になり、その感覚を確かめるようにページをめくっていました。しばらく読んでから本を棚に戻すと少し申し訳ない気持ちになりますが、同時に買わない自由が許されている場所だからこそ、本屋は居心地がいいのだとも思います。次に文庫本の棚へ移動すると、昔読んだ本やタイトルだけ知っている本が並んでいて、自分の記憶と本の背表紙が重なり合う不思議な感覚がありました。本屋をブラブラしていると、時間の感覚が少し曖昧になり、時計を見なくても、今が午後であることだけが分かっていれば十分だと思えてきます。周りを見ると、真剣な顔で本を探している人もいれば、スマートフォンを見ながら立ち止まっている人もいて、それぞれが違う目的で同じ空間にいることが、本屋という場所の面白さだと感じました。専門書のコーナーに行くと、自分にはまだ難しそうな内容の本が並んでいますが、それでも背表紙を眺めているだけで、知らない世界がたくさんあることを思い出させてくれます。何冊か気になる本はありましたが、今日はあえて買わないことにして、気持ちの中に読んでみたいという感覚だけを残しておくことにしました。買ってしまうと、それはやることになりますが、
買わずに帰ると、それはいつかの楽しみとして少し軽い形で心の中に残ります。レジの前を通り過ぎながら、何も持っていない自分の手を見て少し不思議な気持ちになりましたが、その空っぽさが今の午後にはちょうど良いと思いました。外に出ると、さっきよりも光が傾いていて、本屋の中で過ごした時間が確かに午後の一部を占めていたことに気づきます。何も買わずに本屋を出たのに、頭の中にはいくつもの言葉やイメージが残っていて、それだけで十分に時間を使った感覚がありました。何も買わずに本屋をブラブラした午後は、何かを手に入れた時間ではなく、考えや気分を少し整理した時間だったのかもしれません。今日は特に外に出る理由もなく、気づけば夕方の時間帯に入っていましたが、予定がないことを残念に思うよりも、このまま部屋で静かに過ごしてみようという気持ちの方が自然に湧いてきて、カーテン越しに入る光を眺めながら、ソファに腰を下ろしました。窓の外を見ると、まだ明るさは残っているものの、昼間とは違って光が柔らかくなっていて、部屋の中に落ちる影も少し長くなり、時間がゆっくり進んでいることを視覚的に教えてくれます。テレビをつけるほどでもなく、音楽を流すほどでもない静けさの中で、冷蔵庫の低い音や遠くから聞こえる車の音が意外と存在感を持って耳に届き、普段は気づかない生活の音に意識が向きました。テーブルの上には昼間に使ったままのカップや本が置かれていて、それらを片付けるでもなく、そのままにしておくことで、今日という一日がまだ途中であることを無理に終わらせなくていいような気がしました。ソファに座ったまま何かを考えようとするわけでもなく、ただ窓の外の明るさが少しずつ変わっていくのを眺めていると、時計を見なくても夕方が進んでいることが自然と分かってきます。日が沈む前のこの時間は、一日の中でも特に中途半端で、何かを始めるには遅く、何かを終えるには早い時間ですが、だからこそ、何も決めなくていい自由があるのだと思いました。少し体勢を変えて、窓を開けると、昼よりも涼しい空気が部屋に入ってきて、外と中の境目が一瞬だけ曖昧になり、部屋にいながら外の時間を感じられるのが心地よく感じられます。夕方の空気には、昼間の活動の終わりと、これから始まる夜の気配が混ざっていて、そのどちらにもはっきり属していない感じが、今日の気分によく合っていました。スマートフォンを手に取って画面を見てみますが、特に急いで確認しなければならないものもなく、数秒で机の上に戻してしまい、また静かな時間に戻ります。部屋の中が少しずつ暗くなってくると、照明をつけるかどうかを迷う時間が生まれますが、まだ完全に暗くなる前のこの微妙な明るさをもう少し味わいたくて、そのままにしておきました。壁に映る影の形が変わり、さっきまで見えていた景色が少しずつ輪郭を失っていくのを見ていると、日が沈むという出来事がとても静かで個人的なものに感じられます。外では誰かが帰宅している時間なのか、人の気配が増えているようにも思えますが、部屋の中は相変わらず静かで、その対比がかえって落ち着きを与えてくれました。何か生産的なことをしたわけでもなく、目に見える成果があったわけでもありませんが、
こうして何もせずに夕方を過ごす時間も生活の一部として必要なのだと感じます。日が沈みきる少し前、部屋の中の色が完全に昼のものではなくなった瞬間に、ようやく照明をつけると、昼と夜の切り替えがはっきりし、一日の後半に入ったことを実感しました。部屋で過ごす静かな夕方は、何かを振り返る時間でも、先のことを考える時間でもなく、ただ、今日という一日をそのまま受け止めるための時間なのかもしれません。日が沈むまで部屋で過ごした夕方は、一日を休ませるための静かな準備のような時間でした。今日は一日が特別に長かったわけでも、強く印象に残る出来事があったわけでもありませんが、夜になって部屋の明かりを少し落とし、寝る準備を始める頃になると、自然と今日という一日を静かに振り返りたくなりました。シャワーを浴び終えて、まだ少し湿った髪のまま部屋に戻り、パジャマに着替えると、外の世界との距離が一段階遠くなったような気がして、ここから先は自分だけの時間に入る合図のように感じられます。ベッドのそばに座り、スマートフォンを手に取りますが、特に誰かに連絡を取る必要もなく、通知を確認するだけで画面を閉じてしまい、その短いやり取りさえも、もう今日は十分だと思いました。部屋の中は静かで、遠くから聞こえる車の音や、建物の中を流れる空気の音がかすかに混ざり、昼間の賑やかさが嘘のように感じられます。ベッドに横になる前に、今日やったことを順番に思い出してみますが、大きな成果があったわけでもなく、それでも朝起きて、食事をして、仕事をして、人とすれ違いながら時間を過ごしたという事実だけは、確かにそこにありました。振り返ってみると、うまくいったことよりも少し迷ったことや、考えすぎた場面の方が思い浮かびますが、それも含めて今日だったのだと、今は落ち着いて受け止めることができます。昼間は気になっていた小さな出来事も、夜になると少し距離を置いて見られるようになり、あの時はあれで良かったのかもしれないと、自然に思えてくるのが不思議です。電気を消して間接照明だけにすると、部屋の輪郭が少し曖昧になり、見えるものが減る代わりに、頭の中の音もゆっくり小さくなっていきました。布団に入ると、体が一日の終わりを理解したように自然と力を抜き、今日一日を支えていた緊張が少しずつほどけていくのがわかります。目を閉じると、昼間の場面が断片的に浮かびますが、それらを一つ一つ整理しようとはせず、ただ流れていくままに任せることにしました。明日の予定を考え始めると、また頭が動き出してしまうので、今日はあえて先のことを考えず、今日が終わったという事実だけを静かに受け入れることにします。うまくいかなかったことがあっても、それを無理に反省に変えなくてもいい夜があってもいいと思い、今日はここまでやった自分に対して、特別な言葉をかけることもなく、ただお疲れ様と心の中でつぶやきました。夜になると、一日は評価されるものではなく、ただ過ぎていった時間として存在しているだけなのだと感じられ、その感覚が今の自分にはちょうどよく思えます。今日を振り返るという行為は、何かを反省したり、次につなげたりするためだけではなく、一日をきちんと終わらせるための
大切な儀式のようなものなのかもしれません。時計を見ずに横になり、どれくらい時間が経ったのかもわからないまま、体が少しずつ眠りに近づいていくのを感じながら、今日という一日が静かに遠ざかっていきます。寝る前に今日を振り返るだけの夜は、何かを決める夜ではなく、今日をそのまま手放すための夜でした。この夜があるからこそ、また明日を始められるのだと思いながら、特別な期待を持たずに、ゆっくり目を閉じました。